眼科としてどうなのっていう話もよくあります。眼科的に言ってもやはりコーヒーというのが効果的っていう研究結果があります。眼科の平本です。今日はコーヒーあなた飲むタイミング間違えてませんかってお話をしようと思います。実は最近の研究によるとコーヒーを飲むタイミングを間違えてしまうと死亡率が 16% 上がったりだとか心血管疾患による死亡率が 31% 上がるっていうようなデータがあるんです。なので今日の話を聞いていただいていつどういうふうにコーヒーを飲んだ方がいいのかってことを知っていただければと思ってお話をしようと思います。そもそもコーヒーっていうのは、いわゆるカフェインが入ってたりだとか、クロロゲン酸などという、いわゆる健康効果があるっていうふうに言われて、多くの世界で飲まれている飲み物になります。じゃあどんな健康効果が言われているかというと、全死亡率の低下。全死亡率って何っていうと、いわゆる普通に生きていて何かがあると、人間っていうのはなくなってしまうわけですよね。でそれって、いろんな原因があるわけですよ。例えば、心筋梗塞になくなりましたとか、はたまた、脳梗塞で亡くなりましたとか、なんかあるわけですよね。で例えば心筋梗塞減らしました。でも脳梗塞が増えましたってなったらこれ意味ないじゃないですか。だからトータルで見てどのぐらい命を長らえたかっていうのが重要になってくるね。だから例えばがんだけ減らしましたでも心筋梗塞増えましたじゃダメなわけだから。でそれが 24% 低下するっていうデータ。またこれはちょっと弱いけど前立腺がんが低下するんじゃないかっていうのはわずかなデータだとか、うつ病の低下があるんじゃないか、24% 程度低下させるんじゃないかっていうふうに言われているわけなんですね。このように、いわゆる命に関わるもの、はたまたうつですね。うつに関しては2016年システマティックレビューという比較的信頼できる研究で、34万6913人を対象とした研究で 24% 程度うつ病を減らしてくれるんじゃないかっていう研究結果が出ているわけですね。だからこそ結構いいよねと。じゃあコーヒーって、どういうふうに効いてくるの？一つやっぱり大きい要素としてはカフェインという要素があるわけですね。カフェインって、よく聞きますよね。でカフェインってコーヒーだけではなくて、いろんなお茶とかにも含まれていたりだとか、はたまた、その他の、いろんな食べ物飲み物にも含まれているもんです。でカフェインの場合は基本的に興奮作用があると言われていて、いわゆる眠いなっていう時に飲んでスキッとするとかありますよね。はたまたこのカフェインの効果によって興奮作用、つまり体が動かしくなりやすくなるんですよ。だから結構ダイエットにコーヒー飲むって人もいるんですね。コーヒーを摂取することで、活動的になって、体重も減りやすいっていうふうに言われているからなんですね。じゃあコーヒーどういうふうにどう飲めばいいのか、それが今回の結果です。今回の結果では朝コーヒーを飲む人、はたまた朝に限らないで一通り飲む人っていますよね。例えば朝飲むし昼飲むし夜飲むって人もいれば朝だけ飲むんだよって人もいます。どっちがいいのっていうのを調べたわけです。朝だけ飲む方が夜の睡眠とかがね、カフェインで邪魔されないで良さそうですよね。一方で朝昼晩と飲んでいる方がコーヒーによる健康効果は一日中効いてるわけじゃないですか。じゃあそっちの方がいいよね、どっちっていうことを調べた研究です。結論、朝コーヒーを飲む人の方が一日中飲む人と比較して死亡率、さっき言った全死亡率ですね、16% 程度低下した。特に心臓血管系の死亡率が 31% 低下したってことです。そもそもコーヒー飲んでるだけで減るんですけど、一日中通して飲んでる人と朝だけ飲んでる人だと朝だけの方がいいよっていう結果が出てきたんです。なぜか。確かにコーヒーを一日中飲んでいればカフェインの効果、クロロゲン酸というね、ダメージを消去してくれる効果が一日中効いてくれるわけですよ。これは確かにいいんだけれども、
人間って絶えず活動的にしていかなきゃいけないのって問題なんです。そうでもないですよね。一番わかりやすいのは、寝るとき活動的じゃダメじゃないですか。むしろゆっくりゆったりして寝たいですよね。はたまた活動的じゃなくてリラックスする時間っていうのも人間には必要じゃないですか。仕事で本当に頑張って家に帰ってきた。はーって落ち着いてね、例えばシャワー浴びますだとか、ご飯食べますだとか、ぼーっとしますだとか、そんな時間も必要ですよね。でもずっとカフェインで頑張って覚醒させてると、頑張れるかもしれないけどそれが負担になってしまう。一方で朝だけだと、よし朝から頑張ります、で午後ゆっくりそれが落ちてきて、でリラックスできますっていう風になるので、ちゃんとリズムを作ることができるんですよ。これがいい。2つ目、睡眠がやはりいいってことですね。やっぱり人間にとって睡眠というのは非常に重要なんですよ。寝ないで一生生ける人っていないんですね。絶対人間睡眠しなきゃいけないんですよ。なぜか、睡眠することによって寝てる間に脳の記憶を落ち着かせたりだとか、脳のいわゆる老廃物を排除したりだとか、はたまた体のね、心臓血管系を落ち着かされたりだとか、そういうことも必要になってくるわけですよ。だからこそ睡眠をよくとっている人とそうでない人だと、よくとっている人の方が、体もいいし、いろんな病気にもなりにくいっていうふうに言われているわけですね。例えば目で言うと緑内障という病気であると、4時間未満の睡眠だとか10時間以上の睡眠の人ってむしろ悪くなるよねって言われてるんです。短い睡眠だと回復できない。あまりにも長い睡眠だと、それだけ負担がかかったり、つまりそんだけ寝なきゃいけないからなんか病気があるかもねっていうこともあるし、良くないよと。だからよく言うのが7時間程度の睡眠をとるといいんじゃないかと。そう考えると逆算して、朝だけとか、午前中だけだとか、そういうコーヒーの飲み方の方が体にとっていいんじゃないかって言われるんですね。いやでも体全体のね、命も大切だけど、私やっぱ眼科医なんですよ。眼科としてどうなのっていう話もよくあります。眼科的に言ってもやはりコーヒーというのが効果的っていう研究結果があります。例えばコーヒーを飲んですぐ、だいたい102人を対象とした研究で 237ml 程度のコーヒーとカフェインレスコーヒーを飲んだ研究で、1時間程度見てみると、眼圧、目の硬さが元より 10% 程度、カフェイン入りのコーヒー飲んでる人は下がってきたりだとか、眼血流、眼の管流圧ですね、目に対する血流だとか流れが 50% 程度、57% 程度良くなったりだとか、そういうような研究結果が出てきてるんですよ。だからただカフェインによって興奮するだけじゃなくて、目の血流も良くしてくれて、眼圧という目の圧力に対してもいいんではないかという研究結果も出ているんですね。さらにはクロロゲン酸というね、これは抗酸化物質と言いますね。人間というのは生きているだけで日々ダメージを負っています。光のダメージもあれば、酸素によるダメージを受けることもあります。このダメージを日々消去していかないと、どんどん溜まってしまうんですよ。それが結果として心筋梗塞、脳梗塞であったりだとか、目であったら、緑内障であったりだとか、血管の病気だったりだとか、そういうことを引き起こしてしまうわけですよね。であれば、このクロロゲン酸を定期的に摂取することによって、このダメージを消去してくれるでしょってことがあります。で、今回の研究は、あくまでカフェイン入りコーヒーに関しての話になってきます。つまりカフェインレスコーヒーだとどうですかってよく質問を受けるんですよ。それに関してはまず明確なデータはないです。理論的にどう思う？理論的に言うと、カフェインレスコーヒーであれば朝昼晩
あまり気にされなくてもいいのかなって思います。今回言ったようにやっぱりダメージとして受けやすいのはカフェインによる興奮作用なんですよ。クロロゲン酸などによる抗酸化作用が夜来たからといってそれが悪いとはあんまり考えにくいわけですよね。だとするとカフェインレスであれば、そんなに気にせず、摂取していただいていいかと思います。じゃあどのぐらい飲むといいのかっていうと、だいたい2から3倍程度、1杯がだいたい 120ml 程度っていうのが一般的な研究なんですけども、というふうに言われているわけなんですね。紅茶とかお茶であると4から6杯程度が効果的って言われてます。これ何をもって2から3杯とか4から6杯って言ってるかっていうと、だいたい1日平均0杯全く飲まない人、1杯ぐらいしか飲まない人、1、2杯の人、2、3杯の人、4から6杯の人、もっともっと飲む人、じゃあどれが実際目の病気なってますかっていうのを調べた研究がいくつもあるんですよ。その研究結果によると、大体どの研究もコーヒーでいうと2、3杯、紅茶とか、緑茶とかそっちでいうと4から6杯程度飲んでる人が、一番ダメージが少ないんではないかなっていうふうに言われています。紅茶とか緑茶もいいのか。そうなんですよ。結構この目にとってとか体にとっていいものの研究ってコーヒーがすごい多いんですよね。それは日本ってね、お茶を飲む習慣が結構ありますけど、イギリスとかだと紅茶も飲む習慣がありますけど、海外だとコーヒーの習慣の方が多いですよね。実際皆さん、私もそうですけど、コーヒーショップとかスターバックスとかドトールとか、あとは何でしたっけ、椿屋さんでしたっけとか、いろいろあるけども、米田コーヒーとか大体コーヒー屋さんじゃないですか。紅茶屋さんってルピシアとかああいう感じかな。たまにあるけど基本的にはやっぱコーヒー屋さんがメインになってくるわけですよ。っていうふうに、コーヒーが世の中において非常に主になっているので、コーヒーの研究が多いだけであって、決してその紅茶よりコーヒーの方が優れているということではないと思ってくださればと思いますね。むしろ私としてはコーヒーの場合ってカフェインがやっぱり濃いんですよ。だからこそなかなかカフェインきつい人もいらっしゃるので、紅茶の方とか、緑茶とか、そっちの方がおすすめではないかって普段から言ってるわけですよね。じゃあインスタントコーヒーと豆ひいたコーヒー、どっちがいいの？これもよく聞かれるお話です。結論、わずかながら豆をひいた方がいいですっていう話です。インスタントコーヒーの場合って、インスタントにするためにすごく強い火をかけたりだとか、それによってアクリルアミドと言われるような、やや有害ではないかと言われるような物質が発生すると言われてますね。もちろん普通にひいたコーヒーでもゼロじゃないんですよ。多いってことです。で、アクリルアミドはポテトチップとかの方がもっと多いんで、そっちに比べりゃ正直言ってインスタントコーヒーはそんな多くないです。そんな多くないんだけど、あえて言うんだったらインスタントと豆をひいたもんだったら豆をひいた方がいい。実際香りもそうですよね。私コーヒー飲む時って、コーヒー屋さんで飲む時は別として、自分で飲む時って99% インスタントですよ。自分で豆ひいてやってってちょっとなかなかね大変です。ただ豆ひいたの飲んだこととかありますけど、やっぱ香りも違っていいですよね。美味しいですよね。だから否定はしてないんだけども、基本的にはインスタント僕の飲むかどうかで、それはもう便利だからってことです。だから健康だけで言うと豆をひいた方がいいですね。じゃあ外のコーヒーショップとお家どっちがいいんですか？これに関して言うとものによりますが正解なんですが、それを調べた研究っていうのもありまして、コーヒーショップの方が比較的カフェインが多くなりがちなので、ご自宅でひいた方がカフェイン少なめでクロルゲン酸も摂取できるので、それがいいんじゃないかっていう研究結果が出ていますね。牛乳とか砂糖とかああいうの混ぜるとどうなの？牛乳を混ぜればその分カロリーを摂取するので、そこのデメリットあります。砂糖もそうですね。で、砂糖入りのコーヒーだと、さっき言ったコーヒーによる脂肪率の低下とか、そういう効果が薄れてしまうって研究結果
またはむしろ悪くなるって研究結果もあるので、あまりおすすめできません。人工甘味料はっていうと砂糖よりマシですけど、やっぱり普通のブラックには負けてしまうね。だからせめて牛乳とか豆乳とかああいう感じのでやっていただく方がまだいいのかなって思いますね。こんな感じでコーヒーに関して今までもたくさん動画出してるんですよ。だからじゃあここはどうなのって皆さん思うこともあると思うし、で目にとってねどうなのっていうのを具体的な話とか、あとは BDNF っていうね神経栄養因子とかいろんなコーヒーの動画も出してるので、ぜひその動画見ていただけるといいと思うので、チャンネルの方にありますんで、見ていただければと思います。あとはチャンネル登録ベルマーク押してくださればと思います。よろしくお願いします。